悩みますね、種類が多いんで。4種類制覇をしたいですね。豚汁とおにぎりってみんな好きじゃないですか。おにぎり嫌いな日本人いないですよね、多分。おはようございます。お願いします。お願いします。小寺と48歳です。お店何年ぐらいされてるんですか？オープンして約9ヶ月ぐらいです。朝は朝の準備をしつつ、次の日の仕込みをします。あ、明日の仕込みも同時に。そうですね。もうやる時間がないんで。一人でされるんですか？嫁が8時ぐらいに来ます。東広島の福富町の方がですね、契約農家さんから直に仕入れてます。バラじゃなくて塊なんですか？豚バラ軟骨です。あ、なんか味が変わるんですか？そうですね。トロトロです。コラーゲンが。そうなんですか。知った動画。これ何ですか？これは豚汁の具です。小寺さん、料理人歴は30年ぐらいです。もともと和食なんですか？いえ、もともとは洋食とかまあいろいろ。これは全部元気地で、そうなんですか。浅南区の元気地というところで。YouTube で結構皆さん見られるんですね。どうしてもそのままだと色がピンクになっちゃいます。アクを抜いてやらないと。玉ねぎ麹の5、6分。豚汁の上に乗せる芋チップです。そういうメニューは店長が考えられてるんですか？そうですね。もうずっと料理人さんなんですか？はい。高校卒業してから。は専門学校に毎日やるけん。芋おじさんから。この出汁は何が入ってるんですか？昆布といりこです。毎朝出汁取られるんですか？はい。ね、取ってます。酢の物のジュレです。だしとみりんと薄口醤油とお酢です。
中につけるとどうなるんですかね。ちょうどいいこの塩味と、なんかぬかの匂いと、結構美味しいです。塩味がちょうど良くなります。釣りのはい。糸ですね。はい。めっちゃ綺麗ですね。はい。包丁で切ったら、こんなにならないですよ。うん。結構散るかな。数あるなんかメニューの中から、はい。もうなんで豚汁なんですか？豚汁が好きだったっていうね。豚汁とおにぎりってみんな好きじゃないですか。うん。おにぎり嫌いな日本人いないですよね、多分。おにぎり好きですか？おにぎりは大好きで、白いお米が大好きで。テイクアウト用の弁当の唐揚げです。奥様が今盛り付けします。弁当にはこのちょっとだし醤油、自家製だし醤油を。弁当はちょっと味を濃くしてます。味がやっぱちょっと薄くなるんで気持ちいいっすけどね。僕の気持ちでいや、だいたい1ヶ月今サイクルぐらいかな。こういう副菜のアイディアとかはどこで考えられるんですか？ひらめきなんていうんですかね結構一人なんでオペレーションと自分でできるかどうかを考えつつ、メニューはね5万とあるけど一人でやるのが向いてる向いてないあるじゃないですか。だからなかなか難しいです。もともと料理考えるのとか好きなんですか？ちっちゃい時から多分料理するのが好きで。お母さんが教えてくれたんですか？いやいや、自分で小学校の頃からチャーハン作ったり、もともと好きだったんですよ、作るのが。これはちょっと油を。豚汁用です。具がめっちゃ大きいですね。そうなんですよ。パーツでできてるんですよ。パーツで。それを最後組み合わせるだけです。下味されてて、最後合わせる。下人数に応じて温める。ていうか保温してない。やっぱ保温しとったら煮詰まったりとかするじゃないですか。もう合わせてスープを入れちゃったらもう多分次の日は絶対使えない。どうだか。おはようございます。お願いします。すごい。ありがとうございます。トイレットペーパー、ちょっと今。ここ、トイレットペーパー。いや、いつもないんですよ、これ。っておっしゃってました。これでちょっと冷やして、弁当用のおにぎりを作ります。
と見ても近く。僕は最近は結構ブームがあって、今は梅です。シンプルですね。はい。いや、そこにたどり着きました、今は。今はですよ。意外になんかやっぱあっさりしていいなっていう。どうぞ。これあげるから。はい。ありがといらんかった。う。いる。食べるとこ取ってもらったらいい。いや、やめて。はい。多分。変えてなかったら。はい。あ、いらんのかいね、いる。はい、置いといてくださいませ。肉汁いる、はい。うん。名物。そうなの。そうよ。知らんかったわ。知らん知らんよね。知っとったら怖いね。知らんよね。うん。これ質素な汁ですけど大丈夫ですか？もうできているので。へえ。はい。あれ。はい。はい。3、40分ぐらいかそんなになんですよ。な。抜けないですか？あ、でも前日に作って置いとったら結構辛みが抜けるんですよね。これは一回冷凍して、今からだし醤油につけるんです。で、そぼろ卵黄の上に乗るやつ。でもお客さんのインタビュー。わからんけど。料理よりも卵美味しい。お茶がね、美味しいですからね。よくちゃんと布タオルのおしぼりを絶対やりたいって言ってました。シェフのこだわり。奥様はおにぎりの具はどれが一番好きですか？明太クリームチーズが好きです。美味しいです。焼き芋も美味しいです。焼き芋のおにぎりですね。焼き芋、はい。焼き芋と焼き芋のクリームチーズっていうのもあるんですけど、それも美味しいです。旦那さんが始めるって言っちゃった時はどう思いました？人生一回きりなんで、本当にもうやりたいんだったら、もうサポートしようと思いました。ねえ、子供がまだ小さいけ、大変です。はい、夫も痩せました。あれでも痩せたんです。もうお客様の反応がすぐ美味しいって言ってくださったり、こう、お料理持ってったら可愛いって言ってくださるのが、すごくもう
ピッて聞こえてくるから、それがすごく嬉しいですし、帰っていただくときもすごく満足していただいてたら嬉しいです。もうそれで毎日頑張っていけてます。前菜おむすび豚汁セットです。で、前菜が3種とお好きなおにぎり1個。で、2個目からはどれを選んでいただいてもプラス200円です。で、豚汁が今はたっぷり野菜の豚汁と豆乳豚汁の2種類になってます。おむすびの具のおすすめは、今はそぼろ卵黄ですかね、とかクリームチーズ明太子とかもおすすめです。これ季節によって変わったりとはい、かするんですか？また変わります。なんでインスタをチェックしていただいたらいろいろ出てくると思います。これもあれですね。いらっしゃいませ。私やっぱり天むす。あと何分？あと1、2分。すいません。よくあった。これ忙しくなると大体ね。ね、早いね。はい、できました。失礼いたします。はい、失礼します。それ結構重たいですか？はい、お弁当よ。はい、取りましょうか。あ、いいですね、はい、大丈夫ですか。あはい、熱いですよ取ります。はい。もう美味しい。そう、具を食べなくても美味しい。多分ペロンといけるかも。あ、本当、落ちる。うん、危ない危ない。メインが落ち大丈夫ですよ。ありがとうございます。お疲れで。おむすび弁当一つと。そぼろ。はい。
がとうございます。はい、お待たせいたしました。ありがとう。実家がすぐそこで美味しそうなとこ探しとってね。ただランチでね、来たいって言ってたんですけど、今日もうちょっと今からカープ戦行くんで、今日何にされたんですか？おむすび弁当にしました。佐藤様、ありがとうございます。はい、お気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お弁当2つ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。またお願いします。7時、今日早かったです。よく来られるんですか？こちら。いや、初めてです。そうなんです。自転車近くです。はい。今日何買われたんですか？しそ昆布と梅です。でも美味しいと聞いたので。2個目から200円。手前からですね、トマトの酢の物でございます。で自家製玉ねぎ麹とドレッシングがかかっております。新玉と新じゃがのポテトサラダと和風の人参のラペになります。ゆっくりお召し上がりください。犬が出てる。なかなか今日は立ってる。何にされたんですか？焼き芋にしました。鮭とどんなんかなと思ったけど、芋ご飯なんかそう美味しい。豚汁の中のお肉が、とろとろ。実はそこからでかいのが出てきて、すごい美味しくて、ね、あれ美味しかったです。初めてね、あんな豚汁ね。手前からトマトの酢の物。なんですか？いいわよ。全部できるもん。失礼します。鮭と肉そぼろのお客様。鮭と肉そぼろ。
一緒でした多分。はい、仲良し。親子なんで。そうなんです。梅昆布です。梅昆布。シンプルに。シンプル。あれお父さんです。大事にしてね。美味しいですよ。同じの食べられた。いえいえ。いつも変えてます。そうなんですね。変えますね。おむすびの種類が多いんで。皆さんどれにしましたか？天むすと、そこのラム。おいかがでしたか？めちゃくちゃ美味しい。でも種類が多いから悩まれますか？そうです。はい。4種類制覇をしたいですね。はい。なんかいっぱいお店さんあると思うんですけそうど、ですね。その中でここに来られる理由みたいなありますか？そうですね。単純に美味しいんで、はい。素材の味が素晴らしいと。深いのが今こちらの真正面に緑のフェンス、薄いフェンスがあって、あそこで。はい、そこです。いただきます。普段よく来られるんですか2、3回ぐらい。あ、そうなんですね。いつも頼むメニューは一緒ですか？大体一緒です。梅は絶対。おにぎりって普段よく食べられますか？毎日食べてます。自分で作ったお弁当に。買って食べたくなる理由みたいなのありますか？こちらの。やっぱり自分には出せない味。なんか作った感がおにぎりと美味しくないですか？ね。でなんかコンビニっていうよりは、ね、こういうお店だったり、自分で作ったりの方が好き。めちゃ梅が、あれです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お食事楽しんでください。頑張ってください。ありがとうございます。落ち着いた夫婦で、接客もめちゃくちゃ丁寧で、話しかけやすい店主さんと、優しいお嫁さんで、すごいいいお店だなと思いました。お腹いっぱいになりましたか？めちゃくちゃいっぱいですね。また来ます。ありがとうございます。見させてもらっても野菜がいっぱい入ってたんで、すごいと思って、見た目も可愛かったんで、何でも食べるんですけど、やっぱり見た目が可愛いとか綺麗な方が、なんか食欲がそそるというか、楽しく食べれます。豆乳豚汁。はい。ありがとうございます。ぶりのお味いかがですか？美味しいですよ。たっぷり。具がたっぷりです。おにぎり普段よく食べられますか？よくは食べないけど、やっぱり美味しいですよね。全然大きいので。
お米をやってくね。失礼します。豆乳豚汁でございます。はい、お願いします。すごい。すごい。風味がすごい、マジで。ケーキと豆乳がすごい。めっちゃクリーミー。すごい。すごい。めっちゃ熱いよ。これそぼろです。美味しいです。出汁が効いてて美味しいです。ありがとうございました。結構お店広くてテーブルもあったんで、向かい合って食べれたのは良かったかな。体にいいことしてるって食べて、そうそう、あんなに野菜をね、食べる、一気に食べることがそんな自分で作ったりない。結構もう味しみしみで、逆にゴロゴロしてるとか良かったです。そう。満足がすごい。めっちゃなんか良かった。店員さんもすごいいい人といい雰囲気で。今日はお出かけですか、この後また。ちょっと、レクトに行って、ちょっとブラブラします。来店ポイントと1000円ごとにのポイントと。はい。とご予約のポイントが倍をやってます。なんか一瞬でたまりそうな。はい、失礼します。前菜でございます。こだわりはあります？家で食べれるもの。食べれんものっていう感じですかね。家でわざわざやらない。これで。今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってること、これからの目標みたいなものあります？夏に向けて新しいメニューだったり、野菜を使ったたっぷり食べれるようなメニュー開発に力を入れてやっていきたいと思ってます。通われてるお客様に一言お願いします。なんか皆様に喜んでもらえるように、ここ来たら健康になってねとか癒されるねっていうようなお店を目指してやっていこうと思ってます。地域の方に愛される、もっといいお店にしていくので、よろしくお願いします。